販売枚数1万着突破。ジェッタ公認。オリジナル T シャツウェア。3分で注文可能です。Voilà.皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね。やすんです。こんにちは。たきしです。恐縮です。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。超大物 YouTuber が千葉に来てくれました。ワールドラバーマーケットに来てくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、たきしさんの YouTube のチャンネル下の方に概要欄載せてますので、ぜひですね、皆さん、たきしさんの特にショートに特に力を入れているということで、はい、非常に面白いショートを上げられているので、ぜひ。ショート系です。でね、たまに試合も上げられたりしてて、はい。はい。なので、ぜひ皆さん、見てみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。たけしさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。たけしさんが研究してこうやってきたサーブ戦術があるっていう話をちょっと今回聞きまして。あと、僕どっちかっていうと、中学校、高校の時は、やっぱ市の大会で、一回戦負けするような人間だったんですけど、だけどちょっといろいろ工夫することによって、社会人になってそれなりに勝てるようになったっていうのが、やっぱいろいろ研究した結果っていうのがあって、だから結構個性的な独自の戦術、心理戦みたいなところが多いと思うんですけど、多分当てはまる人当てはまらない人が結構分かれると思うんで、ちょっとそこをご了承の上で、動画を見ていただければと思います。ありがとうございます。やっぱ技術では他の上手い選手にかなわないんで、ちょっとそういう地味なところをちょっと動画にできればと。そう重要な場面なんで、ぜひお願いします。お願いします。ではですね、2つ目の動画になるんですけども、社会人から上達したサーブの見極め、レシーブ戦術についてちょっとお願いします。お願いします。はい。レシーブの技術力、特にこの技が上手いっていうのはあんまりないんですけども、でもその中でやっぱり心理的な部分、相手が何出してくるかっていうのをある程度見極めれるようになってから、ちょっと勝てるようになってきたなっていうのがあったので、それをちょっとお伝えできればいいなって思っております。ありがとうございます。じゃあ一つ目はレシーブの立ち位置についてちょっとお願いします。そうですね。僕、どっちかというとフォア主戦側なんで、バック側に構えることが多いんですけども、これも相手のレベルによるんですけども、やっぱ一般的には、バック側に構えれば構えるほど、フォア側にサーブを誘いやすくて、で、逆に、ミドルに構えれば構えるほどバック側に、やっぱフォア主戦なんで、ミドルに構えれば構えるほどバック側にサーブが来やすいので、それは、やっぱ中級者レベルになると、それが罠だっていうのが、やっぱ分かりきってるので、僕はこうやって大事なところで、いつもよりもバック側に構えて、フォア側を待つのではなくて、そのままバックロングを狙います。はい。相手多分、これフォア側を誘ってるサーブだなって思って、逆にバック側に構えると逆にバックに来やすいっていうのが中上級者レベルぐらいではあって、相手がサーブで迷ってそうだなって思うタイミングで立ち位置をこう変えると、これ罠だなって思わせて、バックロングを誘発しやすいというか、逆にフォア前をチキータ行きたかったり、フォア前からいいレシーブをしたいときは、逆にフォア側真ん中に構えて、で、打点早く、フォア側にサーブ誘って打つっていう。これも本当に相手のレベルによって、こっちに来るっていうのは相手によって変わってくるんですけども、立ち位置を変えることによって、相手のサーブのコースを、絞るっていうやり方をします。超
超我来。喂，我来。喂，超喂。すいません。じゃあ2つ目はどこにサーブが来るかを見極めるという話なんですけど、それはお願いします。はい。これも、その、相手のサーブがどこに来るかっていう見極めなんですけど、中級者レベルぐらいだったら、みんな結構無意識に自分の体とトスの距離で来るコースが見極められるというか、1ゲーム目とかになんとなく相手のサーブを見ておいて、バック側に、その右利きの選手がバック側に出すときは体から近くて、体から近いところから出して、逆にフォア側に来るときは体からの距離が、離れてるとき。これはやっぱりサーブ出す側としては、やっぱ体が邪魔になるので、体とトスの位置をよく見れば、意外とコースを見極められるというか、多分トスの位置まで、多分意識的にやってる人ってかなり少ないと思うんで、ちょっと体とトスの位置が近かったら、バック側に来る確率が高いですし、ちょっとトスの位置が遠かったら、フォア側に来るっていうのは、結構自分の中ではもう8割9割コース待てるっていうのがあります。はい。はい。次、3つ目が、長いか短いかの見極めについてちょっとお願いします。はい。たまに相手が結構、いつもよりも長く構える時とかってあるじゃないですか。ありますね。はい。相手が長く構えた時って、多分、相手の中で、多分いろんな迷いだったりとか、その何をしようかっていうのが結構相手の中で、結構いろんな思考が巡ってると思うんですよね。多分置きに行きたいっていうのがあると思うんですよね。だから、相手のトスの構えが長いときは、ほぼロングサーブ来ないと思ってます。トスの構える時間が長いと、7割8割ショートサーブが来る気がしてます。なんで自分はその時には、相手のトスが長い時には、よりショートサーブを誘うために、ちょっと台から距離取って、よりロング待ちしてるっていう風に見せかけて、相手がトス上げて、打つ瞬間にはもう台の中に入ってめちゃめちゃ打点早く突きしたりチキータしたりするっていうのをめちゃめちゃ聞きます。相手のトスの時間が長くて自分がちょっと台から離れたら、もうロングサーブの選択肢がないっていう風な待ち方ができます。
びっくり。びっくり。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。